これ T シャツ作り終えて、今ね販売サイトちょっと今作ってるので、もうちょっとしたらね販売したいなと思っているので、欲しい人よかったら買ってください。はい、皆さんこんにちは。車の大地店価格化シロピーです。はい、今回はねこの2商品をちょっと紹介しようと思っています。これねみんな見たことあると思うんだけど、こっちはねハイブリッドストロング、このピンクの方ねいつも使ってる撥水剤なんだけど、これと非常に似たこのビッグビッグってやつがあるんだけど、これは青いやつ、青いラベルのやつね。これね多分もうハイブリッドストロングだと思ってね購入してる人もいるんじゃないかなっていうぐらいちょっと似ている商品なんだけど、値段が若干違います。ビッグビッグの方がだいたい200円ぐらい安いかなっていう感じで、違いは見た限りだと、耐久性がこっちがね1ヶ月から2ヶ月って書いてあって、ハイブリッドストロングの方が3ヶ月から4ヶ月って記載されています。その他で言うと成分表がね違いがちょっとあって、ハイブリッドストロングの方にはフット系撥水剤っていうのがね入っているんだよね。でこっちは入っていない。でそれ以外は大きな違いはないんですけども、実際に今から使ってみて撥水性能の違いをねちょっと見ていきたいなと思います。そしたら早速外へゴー。はい、そしたら外にやってきました。でこれねいつも通りこういう風にねフロントガラスをマスキングテープで分けてあるので、奥側助手席側にハイブリッドストロングで、運転席側にビッグビッグ、これをね施工していきたいと思います。そしたら早速作業開始。そしたらまずねこれ運転席側からビッグビッグを施工していきたいと思います。使い方なんだけどハイブリッドストロングと全く一緒です。こう塗って乾いて、その後に濡れた固く絞ったタオルで拭き上げる、それだけなので、まずもう運転席からもうじゃんじゃん施工していっちゃいます。これは両方とも油膜を取ってあるので、やる人はねガラス面をちゃんときれいにしてから施工してください。はい、そしたらもう塗ってっちゃいます。フェルトの大きさはねハイブリッドストロングと全く一緒かな。大きめのやつで塗りやすいようになっています。はい、こんな感じで塗っていく。でこれは、毎回言っているんですが、完全に乾いてから拭き取るタイプなのでムラなく塗っていきます。でこれムラができちゃうと最後拭き上げの時にやっちまったっていう感じに、ね、なるから、綺麗にムラがありそうなところはしっかり塗っていく。あかん、届かない。気にする人はねもう上から下までこう一直線にやるかな。俺はね適当なんだけど、最後に、仕上げ的な感じで僕は綺麗に塗っちゃいます。はいはい、 OK ですと。でこの時にムラがないか確認します。でムラがあるようだったら塗れてないところをしっかり塗る。はい、これで一旦終了。はい、そしたら続いてハイブリッドストロング。これもねいつも使ってるからね使い方、説明する必要はないと思うんだけど、ちゃちゃっとね助手席側に塗っていきたいと思います。ビッグビッグと一緒、ムラなく塗っていく。注意点はそこだね。ムラなく塗る。塗れてないことってね結構あるんだよね。拭き取りした時に気づくっていうことが本当に多いので、この塗った後に見る角度、こういう風にねしっかり見た方が、ムラなく塗れるコツかな。じゃんじゃか塗っていっちゃいます。で最後に仕上げ的な感じで上から下まで綺麗に塗っていくと。これだけ。作業的にはねこの油膜取る作業を今省いちゃってるからあれなんだけど、この撥水剤だけで言うと超簡単だね。外から塗れてないんだよ。これもう後から後悔するパターンだから、引き上げの時に。はい、 OK、 塗り終わりました。そしたらね5分から10分白くなるまで乾かすので、あっちも含めて10分ぐらい一旦放置したいと思います。5分10分で乾くっていうことだったんですが、ちょっと曇っててね、30分以上やって今ちょっと乾いたかなっていう感じなので拭き上げていきたいと思います。で、今ビッグビッグから拭き上げていくんだけど、ハイブリッドストロングと一緒で濡らしたタオルを固く絞った状態で拭き上げていきます。いいね。綺麗だわ。結構特にムラができたっていうわけでもなく綺麗にね拭き上げられますね。ビッグビッグはね初めてだから OK、 悪くない。そしたら次助手席側ハイブリッドストロングの方とこっちも拭き上げていきます。これちゃんとね一応タオル変えてあるから。はい、拭き上げ終了。これでね施工の方以上になります。
で今回見ていきたいのは撥水性能なので、ビッグビッグとハイブリッドストロング、どういう違いがあるのかちょっと見ていきたいなと思います。よっしゃ、そしたらビッグビッグから。あ、すごいね、弾くね。すごいわ。次ハイブリッドストロング。あ、こっちもすごいわ。やっぱりちょっと両方どう比べてみて違いわかるかな。ちょっと雨っぽい感じでリアル雨いきます。わあ、冷たい冷たい冷たい。どう、俺の手が邪魔。どう、これでわかるかな、雨の感じ。いやー、分かりづらい。はい、ちょっと反対からかけてみます。うわー、両方とも素晴らしい撥水だね。どうしよう、大きな差ないね。なるほどね、すごすぎる。両方とも分かりません。さっきの距離だと分かんなかったのでアップ。はい、こんな感じ。ちょっと遠目からやってみようかな。リアルな雨。どう、皆さんどうですか、見て違い分かる。はい、止めるとこんな感じ。いや、すごいわ、この転がり方っていうのはやっぱ相変わらず。はい、もう一回流します。こんな感じ。正直ね分かりません。両方ともすごいって感じかな。最後まで見ていただきありがとうございます。で今回ね、運転席側にこのビッグビッグで、助手席側にハイブリッドストロングを使ってみました。で撥水性能を比べてみたんですが、正直ね大きな差はなかったかなっていう感じがします。で差が出たっていうところで言うと金額かな。このビッグビッグの方が若干安い、200円ぐらい安い。でこのハイブリッドストロングの方が200円ぐらい高いんだけど、説明書を見た感じだと耐久性がビッグビッグの方が1ヶ月から2ヶ月で、ハイブリッドストロングの方が3ヶ月から4ヶ月。耐久性はハイブリッドストロングの方がある。で今回ね耐久性は見てないんだけど、それが本当なら、ハイブリッドストロングの方がね正直お得かなっていう感じはします。はい、そしたらね1週間後、一応ねやっぱ撥水性能は変わりませんということで、変わんないけどどうやってじゃあ選ぶのと、金額も違うじゃんっていうことなので、あとやっぱ耐久性をね見るしかないということで、1週間後の経過ちょっと見てみたいと思います。じゃあ水をかけていきます。はい、こういった感じ、わかるかな。はい、といった感じで、正直に言うよ、1週間後、ちょっと雨は降っていないんだけど、そんなにね耐久性変わらない。1週間ぐらいじゃねちょっと差が出ないのかなと思うので、もうちょっと無理やりねワイパーをかけて、どっちの方が早く落ちていくのかちょっと見ていきたいなと思います。はい、そしたらワイパー始動。はい、とりあえずこんな感じで水をかけながらワイパーをずっとちょっと動かしていきます。でこれはねちょっとガラスのことを考えて水をかけてます。でこれでどれぐらいでどんくらいね撥水効果がなくなるのか、効果が出始めたところで検証終了っていう感じにしたいと思います。どうだろう、まだ変わんないね。ちょっとワイパー早くしました。はい、とりあえずね5分間ワイパーを動かしてみました。でこの5分間動かして、耐久性違いが出たのかちょっと途中経過見てみたいと思います。はい、GO。 どうだろう、違いあるかな。はい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 、分かりません。全く分かんない。両方とも素晴らしい撥水性能を見せてくれてます。そしたらねちょっともうちょっとやってみたいと思います。はい、ここ真ん中の線見えるかな。ちょうど真ん中マスキングを貼ってたところなんだけど、カメラでもね分かるかな。ここがね一番撥水していない部分で、くっきり分かれているので、両方ともまだ撥水しているっていう認識でいいと思うんだよね。頑固すぎるぜ。違いが出てくんないかな。はい、もうだいたい10分ぐらい経ちました。ちょっと途中経過見てみます。
わからんな。やっぱ何ヶ月とかいう耐久を見ないとダメだね、これ。わからん。はい、そしたらね、さっきまで、ワイパーを動かして、耐久性を見てたんだけど、ちょっとしたね、このワイパーを動かしただけだと、差が出なかったということで、今からね、このいつも使ってる油膜取り、この黄色瓶を使って、どっちの方が早く落とせるのかでちょっと耐久性見てみたいと思います。で、正しい方法じゃないのでちょっと参考にならないかもしれないんですが、ご了承ください。そしたら早速作業開始。ビッグビッグからいきたいと思います。で、タイムも測定したいと思います。作業開始。頑固やん結構。けど落ちてきた。OK、ストップウォッチ。ビッグビッグの方5分55秒で落とし終わりました。で、一回向こう見てみよう。はい、一応こんな感じで綺麗に油膜は落ちています。で、タイムは5分55秒ということで、ハイブリッドストロングの方が時間がかかるのか、それとも同じぐらいなのか、ハイブリッドストロングの方が早いのか、ちょっと検証していきたいと思います。はい、続いてハイブリッドストロング、見て分かる通り撥水していますと。これを黄色瓶使って今からどんくらい落とせるのかやっていきます。そしたらね、ストップウォッチいきます。よーいスタート。さっきより頑固だなこれ。OK かな。はい、作業終了。そしたらタイム、はい、タイムの方なんですが5分36秒で、ビッグビッグが5分55秒だからね、ハイブリッドストロングの方が早く落とすことができました。はい、といった感じでね、検証の方以上になります。で、今回ね、1ヶ月耐久性見てみることができなかったんだけど、ちょっと黄色瓶を使ってね、両方とも落としてみてタイムを測ってみたら、実際ねハイブリッドストロングの方が若干早い。差的にはね多分若干のタイムラグがあるのでそんな変わんないぐらいなので、耐久性の、結果っていうのを、1ヶ月から2ヶ月のビッグビッグと3ヶ月から4ヶ月のハイブリッドストロングの方、差をね出すことがちょっとできなかったっていうのが今回の正直な結果になります。で、金額的にはビッグビッグの方が安くて、撥水性能変わらないで、耐久性がちょっとわからないんだけど、もしかしたらねビッグビッグでいいのかなっていう感じは僕もちょっとしてきています。それと過去にねビッグビッグ今回だったよ、ハイブリッドストロング今回だったよ、耐久性ちょっと分かる人いたらコメント欄に入れといてもらいたいなと思います。で、今回はね動画これ以上になるんですが、こういったね金額は違うんだけど商品が似てる、何が違うのっていうところを、できる範囲でね検証していきたいと思うのでチャンネル登録よろしくお願いします。そしたらまた来週。